どうもこんにちは。今日のこの解説では、多くの人が AI に対して感じているなんとなくもやっとした不安の正体をすっきり解き明かしていきたいと思います。なんだか液体の知れないブラックボックスみたいに思える AI が、実は僕たちのものすごく強力なツールボックスになるっていう話なんです。さあ早速見ていきましょう。というわけでいきなり確信から、あなたの AI、あなたをスパイしてるんでしょうか？これ多分多くの人が一番怖いって感じてるところですよね。でも安心してください。この話が終わる頃には、この疑問に対する答えがはっきりと見えてくるはずです。最初のテーマはこれ。AI のデジタル刑事です。AI がネットの世界を自由に歩き回ってるみたいなイメージを持ってる人もいるかもしれませんが、実はそれ大きな誤解なんですよ。まずはその技術的な現実からしっかり見ていきましょう。 AI が閉じ込められている檻、その名前はサンドボックスって言います。コンピューターの中に作られた絶対に外には出られない安全な箱庭みたいなものですね。これは僕たちユーザーのプライバシーと安全を守るためにすごく厳重に設計されてるんです。これすごくないですか？ AI が構造的にできないことって実はこんなにあるんです。あなたのパソコンの中のファイルを見たり、ネットの閲覧履歴を覗き見したり、ましてや勝手にカメラを起動するなんてことは絶対にできません。それに一つ一つのチャットは完全に別物なので、他の会話の内容を知ることもないんです。いやいや、でも AI は前の会話覚えてるじゃんって思いますよね。その通りです。でもそれって僕たちが思う記憶とはちょっと違うんですよ。あくまでその会話の中だけの文脈の認識なんです。例えるなら、電話を切ったらもう相手のことを忘れちゃうみたいな感じ。チャットを閉じれば AI の記憶はきれいにリセットされるんです。人間みたいにずっと覚えてるわけじゃないんですね。でも、だとしたら、なんであんなに制限だらけの AI がまるで心を持ってるみたいに感じるんでしょうか？不思議ですよね。次のセクション、心の鏡で、その心理的なからくりに迫っていきましょう。 AI と話していると、この AI は私のことを分かってくれてるとか、なんて優しいんだのって感じることありませんか？これ、一体どうしてなんでしょう？実はその答えは、テクノロジーじゃなくて、僕たち自身の脳の仕組みにあったんです。僕たちの脳って面白い癖があるんですよ。人間みたいな自然な言葉を聞くと、無意識に相手にもきっと心があるに違いないって思い込んじゃうんです。AI がものすごく巧みに言葉を操るから、僕たちはつい自分の感情を AI に映し出してしまって、まるで AI 自身に心があるかのように感じてしまう。そういうわけなんですね。つまり、AI は心そのものじゃないんです。僕たちの心を映し出すただの鏡。僕たちが AI から感じ取る優しさとか知性っていうのは、実は僕たち自身の感情や期待がそのまま反射して返ってきているだけということなんです。僕たちが AI に対して抱く恐怖も、実は技術そのものというよりは僕たちの心の問題だったりします。悪いニュースの方が記憶に残りやすかったり、よくわからないものをつい警戒してしまったり、それに SF 映画で見る暴走する AI のイメージってやっぱり強烈ですもんね。こういうものが全部合わさって僕たちの心の中に恐怖を作り出してるんです。さて、 AI の正体がだんだん見えてきたところで、ここからはお待ちかね実践編です。 AI ユーザーマニュアルと題して、このすごいツールを安全に、そして賢く使いこなす方法を一緒に見ていきましょう。これものすごく大事な考え方なんです。 AI を安全に使うための第一歩って、何ができるかを知ることよりも、むしろ何ができないのか、つまり AI の限界を正確に理解することから始まるんです。限界が分かって初めて、僕たちは安全な境界線を引くことができるんですね。じゃあ、具体的に何をすればいいのか。簡単なチェックリストです。まずは設定画面を開いて、会話が学習データとして使われないように設定をオフにする。次に、もしファイルをアップロードするなら、個人情報とか会社名とかは必ず消す。そして一番大事なのが、 AI に入力することはネットで公開されても大丈夫なことだけっていう意識を持つことです。そしてここからが一番大事かもしれない。これだけは絶対に守ってほしいルールがあります。 AI に絶対に入力しちゃいけない情報です。パスワード、住所、電話番号みたいな個人情報、
それから会社の秘密のデータとか、自分のお金や健康に関するプライベートな記録。これらはどんな理由があっても公共の AI ツールに入れちゃダメです。AI への入力は不特定多数にメールを送るのと同じだと思ってください。さあ、いよいよ最後のまとめです。恐怖からパートナーシップへ。AI を恐れるんじゃなくて、最高のパートナーにするためのシンプルな3つの原則を共有します。覚えることは本当にシンプル。たったの3つです。この3つのルールさえ頭に入れておけば、これからの AI との付き合い方がガラッと変わるはずです。結論はこれです。AI はあなたのパソコンを覗かない、あなたの個人情報を盗まない、そしてあなたの会話と他の誰かの会話を混ぜない。この技術的な大原則を覚えておくだけで AI への漠然とした恐怖はかなり和らぐんじゃないでしょうか。結局のところ、僕らが考えるべきなのは AI に仕事を奪われるかもっていう恐怖じゃなくて、この新しいパートナーとどうやって協力していこうかっていう前向きな選択なんです。AI は鏡であり最高の道具です。それをどう使いこなすか、未来は僕たちの手に委ねられているんですね。